うわ、ご視聴いただいている皆様、こんにちは。ベーカーズチャンネルの内橋です。今日ですね、皆さんに紹介するパンは全粒粉のリュスティックになります。全粒粉の香ばしさ、そして全粒粉を混ぜ込むことによって生まれるちょっとした優しい酸味、これを味わうことができるパンになります。そして製法もですね、非常にシンプルな製法を使っております。ですので全粒粉の味っていうのをダイレクトに感じることができます。こういった味を全粒粉は持っているんだっていうのを皆さんに知ってほしいなと思います。そして工程自体もですね、こねない、そして低温長時間というですね、冷蔵庫で発酵させるだけになります。工程の時間は長いんですけれども、作業はそれほど大変ではありません。混ぜて冷蔵庫で一晩置いて翌日に分割して焼くだけになります。そして今回のパンは分割成形をまとめてやってます。普通のパンであれば分割してから生地を少し休ましてから成形という手順を踏むんですけども、それがないのでその分工程も短くなってます。ですので初心者の方におすすめのパンになります。この機会に小麦の素晴らしさをね、知ってほしいなと思います。まずはこちらの工程の動画からご覧ください。どうぞ。I know that you are having a hard time right now. That everything seems to crumble around you. I know that you feel all alone in this world, but you have to put your trust into us, and we will help you through. 'Cause we only want what's best for you. I know that you are having trouble leaving right now. That everything is gonna be alright.
'Cause yesterday I lost control and said some things I felt that you should know. I need a day to clear my mind and leave it all behind. It's gonna be okay, no matter what may. I'm gonna set things straight. Tomorrow I let my worries fade, let them sweep away. There'll be another day tomorrow. I keep repeating the same mistakes. I did them all before, in every shape. There's a million ways to mess things up, and I need では早速いただきたいと思います。いただきます。うわ、この香ばしさ、そして甘み、うますぎます。はい、いかがだったでしょうか。工程はね、先ほどお伝えした通り非常にね簡単だったと思います。非常にシンプルで作りやすいパンだと思います。ぜひね、このシンプルな全粒粉を混ぜ込んだパンを作っていただきたいなと思います。ではね、早速焼いたパンを皆さんと見ながら、そして食べながらね、少し詳細を説明していきたいと思います。焼けたパンがですね、こちらになるんですけども、このクープのこのエッジ、めちゃくちゃかっこいいですよね。でこの細かくね、このガスが入ってる感じですよね。このグルテンができることによって、そこにね発酵のガスを貯めるんですね。でそれが焼き上がる時に気泡となってパンができるんですけども、その際にね、やはり薄くねそのガスが点在してるのがね、焼きたてのパンを見ても分かるんですよ。それがねすごいこう、なんていうかな、このパンの萌えポイントというか、武骨なパン、そしてシンプルなパンだからこそ、そういったビジュアルをね楽しむことができる。そしてあとこのクープで切ったところのここですよね。ここのライン分かりますか？ここのラインね、僕大好きなんですよね。ここのラインがね、もうなんか見ててね、ゾワゾワってしちゃうんですよね。皆さんはどうでしょうか？あまりねこれ以上喋りすぎるとね気持ち悪くなっちゃうんで、早速ねこう断面を見て食べていきたいと思います。こちらがですね断面になるんですけれども、この生地の断面を見た時に、ここ気泡がね綺麗に縦に伸びてるの分かります？これがねしっかりと適正に発酵が取れてて、生地もしっかり締めて成形できたことによって生地が上に鴨伸びするんですね。これが例えばしっかり成形できてないとか、生地を締められてないっていうことになると、この気泡がね横に広がるんですよ。でそれで生地がしっかり適正発酵取れてるか、生地の状態がベストだったかっていうのを確認できます。この気泡が少しだれてると、ちょっと力が抜けてしまってる。そうすると発酵もちょっと過剰発酵になってる可能性があるので、味が抜けたパンになりやすいですね。そういったですねポイントからパンが適正に発酵取れてて、しっかり焼くことができたか、しっかり作ることができたかっていう判断の目安にもなりますので、皆さんが今後パンを作られる際の基準として見てもらっても良いかなと思います。やっぱり全粒粉を入れてるからすごいこの酸味がねありますよね。これがその全粒粉を混ぜ込むことによって生まれる風味だと思うんですね。これが 100% 生成されたパンであればこの酸味は出ないです。でも全粒粉、いわゆる小麦のその外皮っていうところも全て引いたことによって生まれるこの雑味っていうのが全粒粉の良さだと思うんですよね。ですのでぜひですね、こういう風にしっかりとパン自体の味を持ったパンを作ってもらう。そうするとパンが負けないんですよ。このまま食べても最高で、しっかりした味付けの料理に合わせてもこのパンがしっかりと味を持ってるから美味しいんですね。ですのでこういったある程度しっかりした個性だったり味を持ってるパンはサンドイッチに非常に向くんです。ですのでこういった全粒粉のパンでサンドイッチを作られているところが多いと思うんですけども、そういったサンドイッチには基本的にしっかりとした具材が合わせられていると思います。だからそういうことなんですね。今説明したように素材に負けないパンのポテンシャルがあるから、その素材もしっかりとした味のものを合わせられる。だから非常にボリューミー、そして濃厚で、そしてリッチなサンドイッチが作ることができるんですね。面白いですよね。ではね、早速いただきたいと思います。いただきます。ちょっと大きすぎた。これエクストラバージンオイルです。
あ、合うわ、合う。これお酒だな。これお酒買うか。先ほどもお伝えしたんですけど、パンにしっかり味があるので、このつけるオリーブオイルも普通のピュアのオリーブオイルじゃなくてエクストラバージンオリーブオイル、しっかりとコクのあるオリーブオイルを合わせた方がいいと思います。ピュアだったらちょっとパンに負けてしまうと思うので、ガツンとした力のあるオリーブオイルの方が合うと思います。でもこれは好みになりますので、皆さんがね好きな方を使ってください。ごちそうさまでした。いや、美味しかったです。もう非常にバッチリでした。パン自体のポテンシャルも非常に最高です。そして全粒粉のポテンシャル最高です。今回使った全粒粉は春よ来い強力粉の全粒粉になります。しかも引きぐるみで非常に香ばしく、非常に風味豊かな小麦粉になっております。それを仕込む際にですね 20%、30% 入れるだけで非常に風味豊かなパンになりますので、ぜひですね皆さんもトライしてください。そして何度もお伝えしているんですけども、こねない、そして低温長時間で冷蔵庫で発酵させる簡単レシピになっております。ぜひですねトライしていただきたいなと思います。ではですね、また次の動画でお会いできることを楽しみにしております。本日も最後まで動画をご覧いただき本当にありがとうございます。この動画がよろしければグッドボタン、そしてチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それが非常に励みになります。そしてコメントいつもくださっている方、本当にありがとうございます。そして私ですね Twitter と Instagram をやっておりますので、よろしければフォローをよろしくお願いいたします。ではですね、またお会いいたしましょうね。お体ご自愛ください。バイバイ。